皆さん、こんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。チャンネルメンバーシップもやっています。上の方のプランに入っていただくと、週に1回特別なエピソードが聞けます。よかったらぜひ入ってみてください。さて、今日のテーマは、大学受験の高校3年生から大学に入るまでにかかる費用についてお話ししたいと思います。おととい、大学生になる息子の引っ越しをしました。うちから車に荷物を積んで、息子の家に行って、明日が入学式です。で、ただ一旦これで、大変だった受験から、入学までが終わったと言えるので、ちょっとお金の計算をしてみました。結構かかっていました。なので今日はそれをシェアしたいと思います。で、最初に、平均値、ネットで、だいたいいくらぐらいかかるっていう、平均値が出ていたので、まずそれを見て、その平均値を見て、それに対して、うちの子の場合はどうだったのかというのを見ていきたいと思います。その中で日本の大学の学費がいくらぐらいなのか、お話ししたいと思います。なので今日は数字がたくさん出てきます。数字のリスニングの勉強になると思うので、ぜひ最後まで聞いてください。じゃあ、まずですね、最初に平均値としていくらかと言いますと、下宿生の場合、ここに出てるのが241万円ということです。内訳は後で言いますね。で、それに対して、うちは結果的に321万ですね。321万円ぐらいかかっています。じゃあ、それが一体何にいくらぐらいかかっているのかということをこれからお話ししたいと思います。計算したら足してみたら結構かかっていたのでびっくりしました。じゃあまずですね、じゃあ平均値の方から行くんですけど、まず高校3年生で塾に行く子が多いです。で、うちの子も実は高1、高2は行ってなかったんですけど、高3から塾に行き始めました。すごく細かく言うと、高2の終わりの2月から入りました。で、一応全国的な平均では、高校3年間の塾の費用が120万円だそうです。で、それを3年間で割って、1年間の費用40万ぐらいっていう風に出ていました。で、うちの場合は、それを1年間でやったってことなので、1年間というか、1年間ですね。それがだいたい110万円ぐらいかかったんですね。あとちょっと参考書代が6万円ぐらいかかっているので、それも入れますと、116万円ぐらいかかりました。じゃあ次に、受験料などでいくらかかったかです。受験料っていうのはもちろん、大学を受けるときにお金も払います。で、その平均が、まず12万3000円。このサイトには実は何百円単位も書いてあるんですけど、細かすぎるので言わないようにします。で、うちの子の場合はそこが25万円ぐらいかかっています。そう、25万円ぐらいかかっていますね。結構受けたということです。そうですね。平均よりは受けてるっていうことです。で、ただ、実はですね、一つの大学で二つ出してたりするんです。それは、一つは実際に受験をしに行く。その場に試験を受けに行くっていうものと、もう一つは、共通テストという、大学の受験する人がほとんどの人が受けるテストがあるんです。で、そのテストの結果だけで見てくれるっていうタイプのテストもあるんですね。私立の場合は。そうすると私立はだいたい一つの学校で二つ出すことになります。なので、ちょっとここでお金がかかりました。だから実際私立は4つ、国公立は2つ、合計で6個受けてます。で、それでうちの場合は25万円ですね。で、次、受験をしに行くにあたり、
交通費と宿泊費がかかりました。近くに住んでいる人は交通費だけで済むんですけど、うちの場合は、ホテルとかに泊まんないといけません。で、この費用は、宿泊費の費用などが、これほとんどすごく低い数字になってます。で、こっちが62,400円になってます。ですが、うちはそこが、31万5千円かかってます。なぜならば、親もついていったからです。最近ついていく親も多いんですね。で、その理由は、うちの息子はあんまり電車乗ったことがない。一人で電車乗ったことがあんまりないんですね。で、ましてや、多分東京の電車とか結構難しいといえば難しいんですよ。もちろん、一人でやらせればできるんじゃないかとは思うんですけど、試験当日に迷ってその会場につけなかったら困りますし、できれば試験に集中できる状態で受けた方がいいんじゃないかなと思って親がついていきました。で、結構ついてきてる親も多いです。で、話聞いてると、やっぱりついていってる親多いですね。ただ今回すごくお金がかかったので、交通費とかが。推薦のありがたみを感じました。推薦っていうのは、学校が推薦してくれたりとか、自分で推薦とか、いろんなパターンがあるんですけど、いくつも受けるんじゃなくて、もう受かったら絶対ここ行きますっていう形で受けるものなんですね。で、それがもう結構早くて9月とか10月ぐらいに結果が出るものなんです。受けて結果はもうちょっと遅いかもしれません。で、そうすると本当に一つ受けて受かれば受かるわけですね。ただ推薦があるのってほとんど私立なんです。だからうちは国公立に行ってほしかったので、それは考えてなかったんですけど、こんなにたくさん受けに行くんならば、で、最初から私立って決めているんならば、もう推薦がいいなって今回実感しました。で、私立と国公立、なぜ国公立がいいかっていうのはもう金額が全然違うんです。じゃあここで日本の大学の学費がいくらぐらいなのかお話しします。まず国公立は安いんですね。年間授業料が54万円ぐらいです。で、これは学部によっても変わりません。どの学部に行ってもそれぐらい。で、入学金が平均28万円です。で、これも本当にどこも一緒ですね。で、たまにただ、県立大学になってくると、県内の子は安くて、県外の子、他の県から来る子が高くなっていたりします。で、じゃあ、私立はいくらかってことなんですけど、私立はだいたい学部によって値段が違います。で、文系学部が安くって120万円から130万円ぐらいですね。次に理系学部がちょっと高いです。で、理工学部とかになると、だいたい160万円ぐらいになります。医学部になると300万円とかを超えてきます。1年間の話です。1年間に。で、大学によって全然違うんです。じゃあちょっとここで、まずは早稲田大学の学費を見てみましょう。そうしますと、文学部が129万1年間。だいたい130万ですね。で、文系学部はだいたいそれぐらいですね。法学部とかも124万です。教育学部もそういう感じですね。これが、理工学部になると178万なので年間約180万円ですね。今のは授業料です。で、1年目はこれに入学金が入ってくるんですけど、入学金を入れた金額、1年目の金額が、2年目、3年目の学費と変わってないです。そういうことがあるんですね。入学金がない分安くなるかと思ったんですけど、そうじゃないような風に見えます。次はちょっと慶応大学を見てみましょう。慶応大学も有名な大学ですよね。私立です。で、
慶応は、早稲田よりちょっと高いです。で、文学部が、1年間で130万ですね。で、入学年度は入学金があるので150万円ぐらいになります。で、理系の学部、理工学部が、学費が189万、約190万ですね。で、それに20万円の入学金が足されるので、だいたい210万円ぐらい。で、それから医学部になりますと、医学部は毎年、375万円。で、ここにまた入学金20万円が足されるので、395万円。約400万円ですね。最初の1年目が。となります。ちょっと今これぐらいしましたよね。1年間でこれぐらいです。一方、さっきも言った通り、国公立は年間54万円です。だから4年間で200万円ちょっとですよね。だいぶ違いますよね。なので、国公立を目指す人は多いです。ただやっぱり国公立はその分倍率が高くなるので、なかなか、入れなかったりするわけですね。次の話に行きますね。そう。それで今ここに、この平均値のリストに入学した大学への学校納付金というのがありました。入学した大学へ払った金額っていうのが平均値として65万9000円ですね。で、うちの場合は20万円の入学金プラス前期で88万円入れました。なので108万円ですね。払いました。あと入学しなかった大学への学校納付金という項目がこの表には実はあるんです。で、これはですね、大学入試のシステム上、滑り止めの大学とかに入学金を入れた後、本命の大学、一番行きたい大学に受かった場合、この一番行きたい大学の合格発表は、普通はこっちの滑り止めの大学のそういう入学金の納付期限、入学金を入れないといけない期限より後なんですね、合格発表が。だから、普通はだいたいこういう滑り止めの大学に入学金を入れていきます。でそうすると、いくらかかかってくるってわけですね。で、その平均値が26万6千円になってます。うちの場合は、もう一つしか入れなくて、そこに行くことになったので、余分なお金はかかりませんでした。そうで、入学金はだいたい20万円から30万円です。で、大学によって違います。娘の時は私立一つ入学金入れて帰ってこなかったお金、それは30万円でした。はい。で、それから次ですね、入学式の交通、宿泊費などの費用。これが、この表では4万2千円。ですが、うちの場合はもうそこは行かなくてもいいので、換算しなくていいかな。入れるとしたら、東京までの8000円 ?8000 円かかりますね。で、ここに書いてあるのが、教科書、教材購入のための費用です。これが24万円ぐらいかかるそうなんですが、うちそれまだ、考えてなかったんですね。息子にお金も渡してないです。ちょっとこれはいくらかかるのか後で確認します。そもそもですね、まだ息子は、どのクラスを取るかとかの履修届って言うんですけど、そういうの出してないんです。まだそういう時期じゃないので、だからこれからわかると思います。で、あとここに載ってるのが、お部屋探しの交通費とか宿泊費で4万4千円。で、これについては、うちは3回行きましたので、お部屋探し交通費については、うちは2万4千円ですね。でもこれもすごかったんですよ。23日に部屋を決めて、そこから2週間以内に引っ越しを終えてます。忙しかったです。で、実際に入居、引っ越し費用が23万2千円になってますが、うちもまさにちょうど、そこは25万円でした。これは思ったより安かったです。なぜならば、敷金、礼金ゼロの物件だったんですね。
だから、敷金入れないってことは、出るときちょっと怖いなとは思ったんですけど、でも入るときは25万円でよかったです。で、その次が生活用品購入の費用。引っ越し、新しい家に住むのに一通り全部必要じゃないですか。で、それの平均が31万9千円です。で、うちの場合は、そこが7万5千円ぐらいですね。本当かな？なんかいろいろ入ってないものがあるかもしれないですけど。で、ただですね、うちがそこ少なめなのは、冷蔵庫は実は私がここに1個あったんです。で、それ使ってなかったので、それをあげました。で、あと洗濯機を買わなくて済んだんですね。で、洗濯機ってだいたい6、7万ぐらいしますかね。で、洗濯機は、なんと、その息子が住むマンションは、ランドリールームっていうのがあったんです。で、その住んでる人たちが無料で使える、コインランドリーみたいなところですね。で、洗濯機と乾燥機がついてまして、洗剤は自分で入れます。で、いつでも24時間空いてるので、使い放題なんですね。その代わり、部屋には冷蔵庫じゃない、洗濯機を置く場所はないです。そう、でも、すごくいいシステムだなと思いました。ただ、そのせいか、教育費っていうのがちょっと高かったんです。家賃そのものは低い、そんな高く見えないんですけど、そこに教育費が結構乗っかってきたので、全体では、決して高くはないけど、安くもない家賃になっています。ただ本当に洗濯機を置かない分、ちょっと部屋も広々としていて、あと、もうクローゼットもついてたし、机もついてたんですね。そういうのも買わなくて済んだんです。机とタンスと、こう引き出しがあってタンスと、ちょっと本棚みたいのが一体型になっているものがありました。で、椅子もありました。そうですね。そういうのを買うと多分それなりにお金がかかるんですけど、最初からそれがついてたので、その辺かからなくて済んでよかったです。で、なんと引っ越しで行ったら、ドアを開けたら、窓から桜が見えたんですよ。びっくりしました。そのマンションの敷地に桜が植えてあるんですね。で、その桜の先のあたりが、ちょうどうちの息子の部屋の半分ぐらいまでに来てたんです。綺麗な桜が感動しました。で、春の間は、桜を楽しめると思います。で、ただその桜の花びらがベランダにいっぱい入ってきていたので、一応、ほうきとちりとりも買いました。あれをね、掃除しないと多分汚くなると思います。あれはね、いい部屋でした。日当たりも良くて。で、あとその他の費用で30万なんですけど、これ何でしょうね。もしかしたら服とか、そういうものかもしれません。例えばうちの場合、スーツ、買いました。大体どの子も入学式用に、スーツを買います。で、そのスーツで就職活動もできるっていうスーツを今買います。で、そのスーツを買いまして、うちもそのスーツと靴とネクタイで6万円ぐらいかかりました。で、この表での合計が241万円ぐらいです。高校3年生の塾も入れて241万円ぐらい。で、うちの場合は、今それで全部足したら、324万円ぐらいになりました。結構高かったですね。やっぱり、大学の学費が高いです。で、今日本では、子供が3人以上いる家庭に対して少し補助が出ています。で、ただその大学費用に関しては、子供が3人いるだけではダメで、3人とも扶養してないといけないんですね。で、子供を3人以上扶養しているときに、大学生の子の学費が、国公立大学の場合は全額。で、私立については70万円まで補助されるというものがあります。
で、扶養っていうのは子供を扶養する。で、子供が扶養に入っているという言い方もしますが、扶養っていうのは、その子供とかの生活のお金を、ほぼ、生活を面倒見ているということです。だから、大学生の子の学費を払ったり、仕送りをしてあげてるとか、家賃を払ってあげてるっていうのは、扶養に入ってるっていう状態です。で、うちの場合は、まだ一番上の娘が大学4年生。で、今息子が3年生。で、まだもう一人高校生がいます。なので、ちょうどこの上の2人は、本当にラッキーなことに、この制度に引っかかったんですね。で、これが新しく去年から動き出した制度なんですね。なので、去年娘の学費は全額無料になりました。で、今年も全額無料になる予定です。そして、息子のお金も一旦これ88万円払ったんですけど、多分、そう、息子のお金、入学金入れて108万円払ったんですけど、入学金は20何万円までは、それもカバーされるんですね。なので、もしかしたら、ちょっとよくわかんないんですけど、多分、10何万円返ってくるかもしれません。で、ただ、その代わり後期はまた80万円とかを払わなきゃいけない状態ですね。そう。だから今ありがたいことに、年間多分90万円ぐらい負担すればいいという状況になっています。あと、息子については。で、それが、娘が卒業してしまうとなくなるので、その後が大変ですね。で、その後、一番下の子が、今、息子が大学4年生になるときに大学1年生になる予定です。その時が一番恐ろしいなというふうに思っています。今からお金を少しずつ用意しておいた方がいいなというのが分かりました。今回なんとなく、ちゃんと計算してなかったんです。で、お金が必要って言って、なんとなく貯めていたお金みたいのを放出していった感じだったんですね。だから結構ね、本当にお金がなくなりました。そう、あと、じゃあ大学生活って学費だけじゃなくて、家賃とか生活費も親が送ってあげたりします。そういうのを仕送りと言います。で、仕送りの全国平均額は、2024年が平均72,350円だったそうです。ただ、東京になると、ちょっと増えて、仕送りの平均額が88,500円だそうです。これは多分家賃が高いからだと思います。家賃が高い分、多分その分親が負担してあげてっていうことだと思います。だからそう、仕送りもね、また入ってくるので、ちょっと頑張って稼がなきゃというところです。で、なので、皆さんが見てくださっているのが本当にありがたいです。それが広告収入につながります。本当にありがたいです。見てくれている皆さんに感謝です。また、メンバーシップに入ってくださると、これがもう安定した収入になるので、本当に助かります。本当にメンバーシップに入ってくださっている皆さん、ありがとうございます。ということで、最後にメンバーシップに入ってくださっている方のお名前を言います。名前の読み方が間違っていたら教えてください。デブさん、アルビレオさん、デルタさん、レイドさん、キム・ヨンマンさん、ベンジャミンさん、コウ・エイケイさん、ニヌアイ・シルメさん、チチさん、ジム・ハバートさん、ジュン・チャンジョンさん、ジョアンナ・ピー・アビーさん、ウンメシュ・ガーテさん、ナグワ・アブデル・モッタレブさん、アップルパイさん、ガール・アブロードさん、パッキヨクさん、チャンドルさん、オー・ウェンハオさん、BB ガンメイク・ピースさん、チャルトン・ローさん、ウェントワン・アインさん、チョ・ミンジェさん、チャンジテさん、キム・カンソクさん、コーダー X ファイエルさん、フ・カイジュンさん、ジュルド・オーデさん、キャサリン・岡本さん、グオ・スーシェンさん、アンリリさん、ジョン・リンさん、レイラ・ダラスさん、BC ユンさん、ハン・インスさん、イ・ギルジンさん、フランキー・ユンさん、イン・ヨインさん、ミズ・リンさん、チョウ・インチューさん、ミンジさん、クリスティーナ・ケイさん、リョウ・スイエさん、ホア・グエンさん、プラシャント・シンさん、ココナムさん、ミヤビック1299さん、ビッグガスさん、ウィリアムさん、メンバーシップに入ってくださって本当にありがとうございます。さっきも言った通り安定した収益につながるので大変感謝しております。
励みになります。これからもいいチャンネルになるように頑張りたいと思いますので、もし聞きたいテーマなどあれば遠慮なくコメントに書いてください。まだ入ってない皆さんもよかったらぜひご検討ください。では今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。